こんばんは。EJ テレビカーライフベースです。今回なんですが、最近車中泊で使えそうな小型の電気ストーブを購入したので、こちらが実際に車中泊で使えるのか、簡単に検証してみたいと思います。まず購入理由なんですが、探していたのは、軽バンの車内や、この今いるハイエースのキャンピングカーの中でも邪魔にならず、しかも低電力で使えそうな電気ストーブっていうのを探していたんですけども、探していて思ったのは、Amazon で一番売れている小型の電気ストーブ、アイリスオーヤマやヤマゼンのものでも、800ワットや400ワットっていうものが結構多かったんですけども、これはこのサイズで2段階の調節なんですけども、強で600ワット、弱で300ワットっていう低電力のものだったので、これを購入してみました。で、もうすでに実際先日の車中泊でこの車の中で一度使ってるんですけども、それなりにしっかり暖かくて十分使えるなと思ったんですが、今日はもうちょっと深掘りして、車内の温度の変化やそういったところを検証してみたいと思います。まずは簡単にこちらの小型の電気ストーブのスペックをご紹介してみたいと思います。こちらは同志社という日本の会社さんが販売元のようなんですが、製造はメイドインチャイナとなってます。で、消費電力は先ほども言いましたが、強で600ワットで弱で300ワットというモデルになっていて、サイズは奥行きが16センチ、幅が28.5センチ、高さが31.5センチ。で、重量なんですが、こちらはすごく軽くて、重量は 1.1kg となっています。あとは、電気ストーブではだいたいついてる機能かもしれませんが、これもきちんと万が一の点灯時に自動でスイッチがオフになるという機能もしっかりついてます。で、こちらのボディの色なんですけども、一応ベージュカラーという形になってるんですけど、ちょっと映像じゃ分かりづらいんですが、若干グレーっぽい感じで、他にはあとはホワイトと、あとこういったつまみのところとかが木目調になっているナチュラルウッドっていうものも販売されていました。本体には一応こういった持ち手の部分があるんですが、これが若干片手では持ちづらいかもしれないですけども、でもそんなに苦になる重さでもないですし、簡単に持ち上げることができます。そして電源ケーブルはこれが長さが約 1.6 メートルということです。ちなみに価格なんですが、私が購入したのが12月の上旬で、価格は3000円台前半でした。そしてサイズの比較として、この岩谷のマイダン、結構使っている方も多いかもしれませんが、これはガスボンベで使える小型のストーブなんですが、今ガスは入っていません。これとサイズを比較してもほとんど変わらないというか、少しこの幅自体はマイダンの方がやっぱり少しありますし、高さはこちらの方が少し高さはあるんですけども、幅こんな感じです。ちなみに重さはやはりマイダンの方が少し重いですね。こちらの電気ストーブの方と比べるとやはり少し重さはあるかなという感じがします。はい、ということで今車内も暖房は何もつけてなくてかなり寒いので、早速検証していきたいと思います。はい、で検証の方法なんですけども、もうシンプルにこの小型電気ストーブをポータブル電源に接続して600ワットの強の状態でこれを稼働させて、車内の3箇所に温度計を設置して20分後それぞれ温度にどれぐらい変化があるのかっていうのを検証してみたいと思います。先にこの断熱がしっかりしているハイエースキャンピングカーの中で検証して、その後軽バンの中でも検証してみたいと思います。今カーテンは閉めてありますし、このシェードも一応閉めておきます。で、今現在の車内の温度が 1.7 度です。湿度は 80% で、逆に外の方が今 2.7 度になってて、湿度は 89%。これは一応メインの温度計としてこの場所で計測します。そしてもう一つ、この温度計、こちらは今 3.2 度で湿度が 79% となってますけども、こちらはこのハイエースの中の常設ベッドの中に置いとこうと思います。そしてもう一つ、
この温度計、今車内は 3.2 度で、湿度が 85% ですね。外は 2.1 度になってます。こちらはストーブから一番離れた場所の車のフロント側に置いてみようと思います。そしてこの電気ストーブを接続するポータブル電源はこちらのエコフローのデルタ2を使ってみようと思います。こちらのエコフローのデルタ2は容量 1024Wh、定格出力 1500W、蓄電池はリン酸鉄リチウム、サイズ重量は 12kg の軽量となっています。ちなみにこのデルタ2は私も以前から頻繁に使っているお気に入りのポータブル電源でもあります。もちろんエコフローのオルタネーターチャージャーにも対応しているので、いろいろと使い勝手がいいポータブル電源かなと思っています。それでは検証を始めたいと思います。現在が今11時9分なので、11時30分になったらこの温度の変化を確認してみようと思います。今中が 2.2 度、そしてベッド側は 3.2 度、フロント側は 3.3 度。はい、それでは約20分経過したので温度の変化を見ていきたいと思いますが、まずこちらのストーブは一旦消しておきます。まず一番ストーブから真正面にあるこのダイネットに置いてあった温度計、こちらが今 5.7 度まで上がりました。開始時が 2.2 度だったので、小型の電気ストーブをつけて20分で約 3.5 度上がりました。そしてベッド側に置いてた温度計ですが、こちらが今 5.3 度ですね。開始時が 3.2 度でした。なので約 2.1 度20分で上がりました。そしてコンソールの上に置いておいたこちらの温度計が今 4.7 度ですね。開始時が 3.3 度でしたので 1.4 度だけですね。はい、今実際に検証してみましたが、やはりこの電気ストーブから真正面にあるこのダイネットに置いてあった温度計、これが一番温度の上昇度が高かったです。で、少し離れたベッド側の方やフロントのコンソールの方は温度の上昇度がダイネットに比べて少ないのが分かりました。断熱がしっかりしているからなのか、それなりに温度が上昇したので、これはこれで十分使えるのかなと思います。ちなみにデルタ2は小型の電気ストーブ 600W で約20分使用して 100% から 73% になりました。はい。ということで、今、バモスの中に移動してきました。今、外の気温が 2.3 度。ただ、車内は先ほどバーデンで測ったのが少し残ってるのか、今 4.4 度になってます。こちら側は 5.1 度ですね。この小型の電気ストーブは先ほどと同じように、このエコフローのデルタ2に接続しました。それでは、先ほどと同じように検証していきたいと思います。こちらも強でいきます。今こちらの温度計が車内が 4.6 度ですね。これはこのストーブの横側、こ
この後ろのこの辺りに置いておきます。そしてもう一つの温度計、こちらが今5度ですね。こちらは一番隙間風の入ってくるこのスライドドアの付近に置いておきます。はい、それでは開始から20分経過したので、一旦切っておきます。そして温度の変化なんですが、まずこちらのバックドア側に置いた温度計見てみます。こちらが 8.6 度まで上昇しました。開始時が 4.6 度だったので、20分で約4度上昇しました。結構暖かいですね。そしてもう一つ、このスライドドア側に置いておいた温度計の方が、こちらが 6.5 度ですね。開始時が5度だったので、約20分で 1.5 度上昇した計算になります。やっぱりこの辺スライドドアのあたりは隙間風が結構入ってくるので、その影響でしょうか。やっぱり温度の上昇が少し低かったです。ちなみにエコフローのデルタ2は今この電気ストーブをバーデンとこの軽バンの車内で600ワットの強で20分20分トータル約40分使用したんですが、バッテリーの残量は 45% になりました。軽バンの中は全くシェードとか断熱もしてないような状態で、今この電気ストーブを 600W の強で使ってたんですが、窓は全く開けてない状態で締め切ってました。ただそれでもしっかり温度も上昇して、やっぱり軽バンな分この距離感が結構近いので、つけてる間はかなり暖かく感じたので、温度の上昇を踏まえても軽バンの中なら十分に車中泊でも使えるんじゃないかなと思いました。はい。ということで、今回、この新しく購入した低電力の小型の電気ストーブをハイエースのキャンピングカーの中と、この軽バン、バムスホビオの中で簡単に検証してみましたが、メリット一つ目は、やっぱり電気なので、基本的には換気をせず、そのまま車内で使えるっていうのが大きなメリットだと思いました。ただ、寝るときはしっかり換気をした方がいいと思います。そしてデメリットですが、やっぱり電気なので、どうしても車中泊で使う場合には、ポータブル電源などが必要になってくると思うんですが、これを 600W で使うと、1024Wh のデルタ2であれば、約1時間ちょっと連続で使うと、充電がなくなってしまうというところがあります。もちろん家庭で使うのであれば、AC コンセントから電源を取れるのでいいんですが、やはり車内で車中泊で使う場合には、大容量のポータブル電源や、もしくはこの 1000Wh クラスのポータブル電源なら、拡張できるエクストラバッテリーなどがあると一番安心なのかなと思いました。ただ今回は今日の 600W で検証したので、ポータブル電源の減りも少し早いかなっていう感じにはなりましたが、弱の 300W で使用する分には、この 1024Wh のデルタ2でも3時間以上は連続で使える計算になります。はい、ということで、今回この新しく購入した小型の低電力の電気ストーブ、車中泊で使えそうか実際に検証してみました。一応概要欄にリンクを貼っておくので、もし気になった方は確認してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。